どうも作曲家のトイゾラです。以前 AI 作曲ツールについて語る動画をね、僕がアップしたんですけども、ありがたいことにまた別の企業さんから今回案件をいただきました。というわけで今回はね、ミュージッククリエイター AI っていうツールをご紹介しつつ、AI について僕が思うことをいろいろとお話しできたらと思います。前にも話したんですけど、僕はね、AI 作曲ツール肯定派です。正直AI の創作物ってあんまりいい印象ない人多いかもしれません。にもかかわらず僕はなんで肯定派なのかっていうのを先にお話ししとこうと思います。これね、理由は超シンプルです。めちゃくちゃ便利で画期的だからこれだけ。冷静に考えてみてほしいんですけど、これまで何万円とかね、10万円とか払って作曲家に頼んでいたものが、今数千円で誰でも一瞬で作れる。これとんでもないことだと思いませんか？もう SF の世界ですよね。めちゃめちゃワクワクします、僕は。誤解のないように言っておくと、僕も一応作曲家の端くれですから、仕事を奪われる側の人間ではあるんですよね。なんだけど、もう、それを差し置いてワクワクが勝っちゃうぐらいにはすごい出来事が起きてるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるわけです。ただもちろん何にでも使える魔法のツールっていうわけではないんですよね。使い方にはコツが必要。というわけでここからそういう話をもっと具体的に話していこうと思います。そして著作権の問題については AI だろうと人間だろうとね、起こる可能性がありますから、どっちも同じように気をつける必要があるかなと思います。さあ、というわけでね、ここから実際にミュージッククリエイター AI を使っていこうと思います。リンクはこの動画の概要欄に貼ってありますので、興味ある人ぜひ見てみてください。で、今回はね、単なる宣伝じゃなくて、実際に僕が使ってみて素直にレビューしていこうと思います。いいと思った部分はそう言うし、微妙だなと思った部分も正直にお伝えしていくので、参考にしてもらえればと。で、今回のテーマなんですけども、僕のチャンネルのね、エンディングテーマ作ってもらおうかなと思います。今僕が動画で使っているエンディング曲ってのは、実は僕が自分で作曲をしたもので、こんな感じの曲なんですよね。まあ、この曲だったらね、人に頼んだら2、3万円以上のお金はかかります。果たして、このミュージッククリエイター AI でね、僕のよりもいい曲できるんでしょうか？まあ、できたらちょっと困るんですけど、やっていこうと思います。はい。で、ミュージッククリエイター AI で曲を作る方法ですけども、まずね、この今すぐ音楽を作成ってボタンを押すと、こんな感じの画面に飛ぶと。まあ、直感的でわかりやすいですね。他の作曲ツールとほぼほぼ同じ。AI 音楽ジェネレーターのところでプロンプトを打ち込んでみましょう。はい。で、プロンプトはこんな風に書いてみました。知的でマニアックな音楽分析系のチャンネルのエンディング曲ですよと。で、長さは15から20秒ぐらい。このプロンプトでね、一体どんな感じの曲が出てくるのか試してみようかと思います。で、まあ AI でね、曲を作る時の一個コツかなと思う部分が僕あるんですけども、歴史に残る傑作を AI に作らせようとしないことかなと思いますね。つまり、自分のアイデンティティとか、自分だけのね、作家性みたいな、クリエイティビティみたいなものを AI に表現させようとするのは、ちょっと違うかなと。近頃ね、AI だけで曲からミュージックビデオまで作ってクリエイターとしてバズってるような人たち、SNS でいますけども、ああいうのはかなり特殊なケースですからね。AI が得意なのは、こういうエンディングテーマとか、あるいは BGM みたいな用途がはっきりしていて機能的な音楽だと思います。そういう音楽の場合、正直、もはやね、人間よりも AI の方が得意なんじゃないかなって思うこともあります。はい。で、こんなことを話してる間に曲が出てきました。割と曲が出てくるまでの時間早めですね。聞いてみましょうか。2曲出てきました。耳でほどく余白と、タイトルも勝手につけられるんですけども。まず1個目、聞いてみます。ほどけてく今日のフレーズ、胸のどこかまだ鳴ってる。知りすぎたふりのその先へ、もう一歩だけ聞きたくなるね。どうでしょうか？ちょっと僕のチャンネルにはおしゃれすぎる気もするけどな。で、しかもこれ歌詞もね、勝手につけてくれるんですよね。これ割と優れものじゃないかなと思うんですけど、こんな歌詞がついております。すごい確かに、もう一歩だけ聞きたくなるねとかね、そういうちょっと好奇心を煽るようなフレーズも入れてくれるんでしょう。消えない問いがなり続けるみたいな、おしゃれですけどね。もう一曲の方も聞いてみましょうか。似たような曲を2個生成してくれて好きな方を選べるっていう仕組みなんですけども、こんな感じかな。ほどけてく今日のフレーズ、胸のどこかまだ鳴ってる。知りすぎたふりのその先へ、もう一歩だけ聞きたくなるね。こんな感じですか。どっちも EDM で仕上げてきましたね。いや、さすがに AI らしくすごいそれっぽい曲を作ってきました。一個気になる部分があるとすると、長さが15から20秒って言ったのをどっちもちょっと破ってますね。長め。時間の設定はそんなに厳密にはできないのかもしれません。ちなみに最大で8分だったかなまで曲作れるので結構長い曲が出力できますね。このミュージッククリエイター AI だと。
で、今ね、歌詞勝手につけてくれてたんですけど、まあ、僕のチャンネルのエンディング曲、インスト曲の方がいいかなと思うんで、今度はインストで生成してみようかなと思います。で、あとちょっと曲が EDM すぎるのも気になったんで、もうちょっとそうだな、まあ、フォークとか R&B みたいな感じにしてもらおうかな。これでもう一発生成してみたらどうかな。で、さっきの話の続きですけどね、最近、その生成 AI だけで、なんかクリエイティブな曲を作る人ってのもまあ、いるっちゃいるんですけど、そういう人たちはね、プロンプトの書き方だったりとか、まあ出てきたものをね、どういう風に切り取って使うかみたいなところで多分努力をしてるので、まあ結局人間の方でね、そういうクリエイティブな部分ってのは、努力して足してやらなきゃいけないと思うんですよね。まあだとすればね、僕はやっぱり AI 使うんだったら楽しちゃいたいんで、もう、パッと出てきたものをそのまま使うみたいな方法の方が AI をね、活用する上ではいいんじゃないかなって思いますね。とかいう話をしてる間に曲ができたんで、また聴いてみましょうかね。余韻のスコア。これはなかなかいいんじゃないですか。これだったらうちのチャンネルのエンディングテーマにちゃんと使える感じがしますね。もう一個の方はどうかな？なんかこれはなかなかギターのリフがおしゃれですね。今回 R&B を指定したので、まあ、かなりしっかり R&B のジャンルになってますね、曲の雰囲気が。まあ AI が生成する音楽のね、クオリティに関してはもう言うにあらずっていう感じですよね。一発でそれっぽいものは出てきます。まあ AI で重要なのはやっぱこの部分かなと思いますよね。それっぽい音楽がもうパッと出てきて、そのまま使える。でもさっきもちょっと話はしたんですけども、僕が思う AI 作曲ツールのいい使い方っていうのは、やっぱり BGM だったりとか、あとはまあ CM ソング、あとは個人制作もののゲームとか映像の BGM、これもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、特に個人的なクリエイターで、例えばインディーゲームとかね、インディー映画とか作ってる人たちだと、お金ないですよね。で、そういう場合は、より手を凝らして作る、お金をかけて作る部分と、まあそうじゃない部分。単純に背景で音楽が鳴っててほしいみたいな。そんだけの部分には AI の曲を作るとかっていうのは全然現実的かなと思います。まあこんなこと言ってたら僕自身の仕事がなくなっちゃうんでね。本音を言えば僕に仕事を頼んでほしいんですけど、まあ正直僕が作る必要ってもうない部分もあるよなとか思っちゃいますよね。これ僕自身の苦い過去の思い出なんですけど、知り合いから短い CM の曲を頼まれたことがあって、でその時ね、僕5個ぐらい案を出したんですけど、どれもね、ちょっと凝っちゃったんですよね。ちょっとトイドラらしさを出してやろうという。だけど CM の場合はそういうのってむしろない方が良くて、最終的に僕の案は全部使われなくてフリー BGM が使われたっていう経験があるんですけど、自分が手を凝らして作った音楽が歓迎されない場所でわざわざね、自分で曲を作る必要もないかなって考えると、AI とはちゃんと積み分けが必要なのかなっていう気もします。はい。で、まあそんな感じでね、僕の考えでは AI の作曲ツールってのは BGM だったりとか映像の背景で鳴ってる音楽みたいな感じで音楽そのものを聴くわけではないもの。なんとなく音楽が鳴っててほしいだけの場所に使うのにすごい向いてると思うんですよね。で、そうなってくるとね、実際に AI 作曲ツールを使う上で僕が一番大事だなと思ってる場所が2つあります。それは何かっていうと、まず1個目、権利ですね。AI で作らせたこういう曲をどこまで自分のものとして扱っていいのか、どこまで使っていいのかっていう権利。そのポイントで言うと、このミュージッククリエイター AI はね、かなりユーザー寄りの親切な規約になってます。公式の規約によると、ミュージッククリエイター AI で作った音楽は、所有権はユーザーにあると。で、ミュージッククリエイター AI 側は何の権利も主張しませんよと。で、もし、新たに何かしらの権利を取得したら、それはユーザーに渡しますと。ここまでちゃんと書いてあるのはなかなか珍しいと思うんですよね。もちろん、利用範囲に関しても一切の制限はありません。で、これがね、例えば他のプラットフォーム、今一番有名な AI 作曲ツールであるスノとかだとどういう風に書いてあるかっていうと、作った曲の所有者っていうのはユーザーだけど、著作権はユーザーにあるかどうかはわからないからこっちは責任を持ちませんよみたいな書き方をしてるんですよね。やっぱり大手になりつつある会社だから、そこら辺丁寧に扱わなきゃいけないってことで慎重になってるんだと思うんですけど、その点ね、ミュージッククリエイター AI はかなり、大盤振る舞いに見えます。そしてもう一個重要な部分ですけども、機能ですね。どういう機能が並んでるのか。ミュージッククリエイター AI をパッと見てもらってわかると思うんですけど、ここね、結構、豊富な機能がバッと一覧で並んでます。で、しかも、ミュージッククリエイター AI のこのツール、結構実用的なツールが多いです。実際試してみましょう。例えばね、この AI マスタリングの機能、これは非常に重要だと思います。
要するに、作った曲をね、マスタリングしてくれるわけなんですけど、試しにさっき作らせたこの余韻のスコア、これをマスタリングしてみましょうか。で、マスタリングするときはね、参照楽曲を選ぶ必要があります。リファレンスする曲を選ぶことで、その曲っぽい雰囲気に全体の雰囲気を整えてくれるっていうことですね。どうせなんでね、ここではリファレンス曲として、僕が自分で作った今使ってるバージョンのエンディング曲をリファレンスさせてみましょうか。で、これ今流してるのがマスタリング後の音源なんですけど、マスタリング前と聴き比べることもできます。結構、ちゃんと変更を加えてきててすごいな。すごいですね、これ。正直期待以上でした。だいぶ低音域をカットして、アコースティックな雰囲気に寄せてきてますね。元々はもう結構バキバキに低音聞いてたんですけども。だけど、僕がね、リファレンスさせたこの自分で作ったエンディング曲っていうのは全然低音域聞いてないんですよね。で、なんならね、ちょっとレコードから流してるみたいな雰囲気にしてるんですけど、それをちゃんと読み取ってるのはすごいですね。なんかラジカセから流してる雰囲気になってます。というわけで、このマスタリング機能はね、かなり実用的だと思います。はい、とそんな感じなんですけども、いかがだったでしょうか。AI 作曲ツールはね、もう最近結構ブームというか増えていて、結構どのツール使ったらいいのか分かんなくなってるっていう人もね、多いんじゃないかなと思います。その点このミュージッククリエイター AI はね、実用性があって、いいなというふうに僕は思いましたね。権利面が完全にね、クリエイター側に委ねられているっていうところも、その実用性の部分なのかなと思いますよね。どういう風に使っても問題ない。そうそう。で、あとね、もう一個ね、気づいたことがあるんですけど、このミュージッククリエイター AI は結構、プロンプトを結構ちゃんと読み取ってくれて、思い通りの曲を生成しやすい印象がありました。というのも、実はスノと比較してみたときに、スノの方がね、僕の指示を無視してきやがったんですよね。僕がもしかしたらスノーの付け方が下手くそなだけかもしれないんですが、シンプルにミュージッククリエイター AI の方が素直だなって思いましたね。結構ね、AI 作曲ツール群雄割拠の時代ですけども、今から使ってみたいと思う方はね、一応無料でお試しもできますから、ミュージッククリエイター AI 使ってみてください。で、ちなみにね、僕の動画の概要欄の方にあるリンクから、ミュージッククリエイター AI 課金していただくとね、なんと僕にちょっとお小遣いが入りますんで、ちょっとトイドラにしょうがねえからお小遣いやるかみたいな優しい方がいましたら、概要欄の方からぜひ使っていただけると嬉しいです。というわけで今回の動画はこの辺までにさせていただこうかなと思います。ありがとうございました。